これから懲戒試験を始めます。懲戒試験のページを見てください。J テスト実用日本語検定音量調整 J テスト実用日本語検定音量調整 1. J テスト実用日本語検定音量調整 2. J テスト実用日本語検定音量調整 3. J テスト実用日本語検定音量調整これで音量調整を終わります。これで音量調整を終わります。聞こえない人は手を挙げてください。これから聞くテストを始めます。1. 写真問題。写真を見て質問に答えてください。はじめに写真について質問をします。その後で文を4つ言います。4つの中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょう。例題の写真を見てください。これは何ですか？ 1. コップです。2. 椅子です。3. ノートです。4. 鉛筆です。一番いいものは1です。ですから、例のように1をマークします。問題は1から6まであります。それでは問題を始めます。A の写真を見てください。問題1。これは何ですか？ 1. 漫画です。2. ハサミです。3. もみじです。4. 漬物です。B の写真を見てください。問題2。何をしていますか？ 1. 運転です。2. 釣りです。3. ダンスです。4. お花見です。C の写真を見てください。問題3。正しい説明はどれですか？ 1. 着物の用意をしています。2. 食事の支度をしています。3. 金額を相談しています。4. 工場を見学しています。D の写真を見てください。問題4。正しい説明はどれですか？ 1. ホッチキスを直しています。2. ガラスを拾っています。3. お湯が沸いています。4. 鏡が割れています。E の写真を見てください。問題5。正しい説明はどれですか？ 1. 汗をかいています。2. 腰をかけています。3. 膝をついています。4.
首を曲げています。F の写真を見てください。問題6。お客様に食べてほしい料理があります。こんな時、何と言いますか？ 1、お会計はこちらでございます。2、こちらがおすすめです。3、こちらのクーポンが使えますよ。4、こちらのカタログからお選びください。2、聴読会問題。最初に質問を一つ言います。話や会話を聞いて、問題用紙の1、2、3、4の中から一番いいものを一つ選んでください。文は1回しか言いません。まず、例題をしましょう。例題を見てください。男の人と女の人が話しています。男の人のカバンはどれですか？私のカバンは黒くて大きいです。これですか？ええ、そうです。男の人のカバンはどれですか？一番いいものは4です。ですから、例のように4をマークします。問題は7から12まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。女の人が話しています。問題7。マナさんはどの人ですか？もしもし、駅前に着きましたが、マナさんどこにいるって言っていましたか？マナさんはバス停で待っているそうです。バス停で待っている人4人もいますよ。どんな人ですか？髪が長くて、いつもはメガネをかけています。でも、かけない日もあるそうです。今日はサンダルを履いていると言っていました。パーティーの道具があるので、大きな荷物を持っているはずです。見つけたら、そのまま一緒に家へ来てください。問題7。マナさんはどの人ですか？H を見てください。電話で女の人と男の人が話しています。問題8。2人はどこで会いますか？もしもし、今どこにいる？遅れてごめん。今駅に着いた。まだ改札には入っていないよ。私は改札を入ったところの本屋の前にいるから、ここまで来てくれる？わかった。トイレに行きたいから、もう少し待ってもらえるかな。わかった。でも早くね。10分後の電車には乗りたいから。わかった。すぐ行くから、本でも読みながら待っててよ。そんなことしてる時間はないでしょ。とにかく急いできて。わかったよ。急いで行くよ。問題8。2人はどこで会いますか？I を見てください。会社で女の人と男の人が話しています。問題9。2人はどのハガキにしますか？
来年のハガキのデザインを考えてみました。4つ作ったんですが、どれがいいと思いますか？ありがとう。まずは、ハガキの向きを選ばないとな。横はちょっと見にくいかな。ええ、横より縦の方がいいと思います。そうだよね。じゃあ、どっちがいいかな。絵が上にあるデザインの方が字がたくさん書けると思います。会社用のハガキだから字を書くわけじゃないし、こっちでいいんじゃないかな。そうですね。問題9。2人はどのハガキにしますか？J を見てください。男の人が話しています。問題10。ホテルからの景色はどれですか？先週、友達と旅行に行きました。これは、その時撮った写真です。街には古くて低い建物や家がたくさんあり、私は歴史が好きなのでとても楽しかったです。登山もする予定でしたが、雨が降ってきたので中止になりました。ホテルに戻ると急に晴れて、窓から遠くの島が見えました。ホテルの人に聞くと、船で4時間かかると言われたので、今回は行きませんでした。次の旅行はこの島に行きたいです。問題10。ホテルからの景色はどれですか？K を見てください。会社で男の人と女の人が話しています。問題11。男の人は何に困っていましたか？ナディアさん、日本で働き始めてもうすぐ1年ですが、どうですか？仕事は楽しいですが、休みが取りづらくて、国に帰りたくてもなかなか。そうですよね。このアンケート、日本で働く外国人が不満に思っていることを聞いたものなんですけど、それが一番多いみたいですよ。それ、私も見ました。2番目は、給料が安すぎて貯金ができないなんですね。そうですね。ところで、カイさんが日本に来たばかりの時はどうでしたか？給料が少なかったのもそうだけど、それより、日本人の上司や同僚とコミュニケーションを取るのに苦労しました。私は日本語が上手じゃなかったので、確かアンケートでは一番少なかったけど。へえ、そうなんですか。今では考えられないですね。そうですよ。一緒に入ったフィリピン人の同僚とよく勉強しました。問題11。男の人は何に困っていましたか？L を見てください。男の人と女の人が話しています。問題12。男の人が予定を直すのはどの日ですか？社長、オフィス移転についてですが、実はすでに準備が結構進んでいるので、スケジュールを少し変えていただきたいのですが。どこ？こことここです。物を新しいオフィスに移動させられるのが2月3日からですよね。捨てるものだけ残して新しいオフィスに移すよ。移動が終わる日に残ったゴミをすべて出すということになっていましたが、できれば先に捨てられるものは捨ててしまいたいのですが。そうね。すでにゴミが結構出ているみたいね。
ゴミを引き取ってくれる業者に連絡して、3日目だけじゃなくて、荷物移動が始まる日にも来てもらうようにしようか。はい、お願いします。あと、新オフィスの整理ですが、2日あれば十分じゃないでしょうか。でもここはそのままでいいよ。予備日でもあるし、何があるかわからないでしょ？余裕を持って怪我のないようにやりたいから。そうですか。わかりました。では、この日だけ直しておきます。よろしくね。問題12。男の人が予定を直すのはどの日ですか？3、応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、例題をしましょう。例題1。おはようございます。1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2。お仕事は？会社員です。1、私も会社員じゃありません。2、私も会社員です。3、私も医者です。一番いいものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1、例題2は2を例のようにマークします。問題は13から28まであります。それでは問題を始めます。問題13。もう一杯いかがですか？ 1、あまり上手じゃないんです。2、いえ、もう結構です。3、はい、とても元気です。問題14。お菓子ばかり食べていると体に悪いですよ。1、ではお大事に。2、はい、気をつけます。3、おかげさまで。問題15。今、仕事を探しているんです。1、いい仕事が見つかるといいですね。2、好きな仕事でよかったですね。3、それは残念でしたね。問題16。この資料、ちょっと読みにくいよ。1、気に入りましたか？ 2、練習すれば大丈夫ですよ。3、どこを変えればよろしいですか？問題17。食べすぎてお腹が痛いです。1、都合はどうですか？ 2、大丈夫ですか？ 3、気にしないでください。問題18。このレストランではいつお金を払いますか？ 1、前からお願いします。2、後ろへお回りください。3、先にいただいております。問題19。故障の原因はわかりましたか？ 1、いいえ、今調べているところです。2、はい、かけましょう。3、ええ、
できるだけ。問題20。今夜はお寿司を食べに行くつもりです。お店はもう決めてありますか？ 1、はい、お肉がとても美味しいんですよ。2、いいえ、喜んでいます。3、いつも行くところがあるんですよ。問題21。会議室を予約しておいて。わかりました。1、誰がいるか見てきます。2、予約が取れたら後で教えてね。3、先週も会議をしたばかりです。問題22。ごめん、手伝ってくれる？ 1、お待たせ。2、おめでとう、頑張ってね。3、仕方がないな。問題23。これ、もう少し安くなりませんか？これ以上は難しいですね。1、ダメですか。2、もっと難しくなるんですか？ 3、今は簡単ですからね。問題24。お帰りの際は車でお送りしましょうか？ 1、タクシーが停車しています。2、近くでタクシーを拾いますから。3、はい、タクシーが到着します。問題25。声が枯れているね。1、カラオケで歌いすぎちゃって。2、ごめん、ボリューム上げるね。3、鼻が詰まってて。問題26。遅れてしまって申し訳ありません。1、しっかり勘定してくださいね。2、こちらは大変高価です。3、渋滞していたのならしょうがないですよ。問題27。怪しい天気ですね。1、そろそろ降るかもしれませんね。2、すっかり晴れましたね。3、いつの間にか止みましたね。問題28。荷物が来たら受け取っておいてくれる？ 1、はい、プリントしておきます。2、はい、サインしておきます。3、はい、キャンセルしておきます。4. 会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は一つの問題に2つか3つあります。問題用紙の1、2、3の中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょう。すみません。頭が痛いですから、今日は帰ります。わかりました。女の人はどうして帰りますか？一番いいものは2です。ですから、例のように2をマークします。問題は29から38まであります。それでは問題を始めます。1、会社で女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。加藤くん、お昼もう食べた？
私まだなんだけど、一緒にどう？行きたいんだけどさ、実は財布忘れちゃって。そうなの？すぐ返してくれるなら、私がお金出すから行こうよ。いいの？悪いな。いいよ。でも、絶対今週中に返してよ。私も今、給料日前でお金ないんだから。わかったわかった。約束するよ。問題29。女の人は、この後まず何をしますか？問題30。会話の内容と合っているのはどれですか？2、面接で女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。どうしてこの会社に入りたいのですか？国の大学で勉強したことが役に立つと思うからです。大学ではコンピューターの勉強をされたんですよね。靴を作るのに役に立ちますか？ええ。私がしてきた勉強は、撮った写真からそのもののサイズや形のデータを取るというものです。足の写真を撮って、それをデータに変えると、ちょうどいいサイズの靴を作ることができると思います。写真を撮るのは難しいですか？いいえ、誰でも撮れます。カメラも普通のカメラで大丈夫ですし、スマートフォンのカメラでもいいです。この会社は店を持っていません。一人一人のお客様に会社まで来ていただかなければなりませんか？いいえ、自分で撮った写真を会社に送ってもらって、靴ができたらお客様に送るというのはどうでしょうか？面白いですね。その方法を行っている会社は他にありますか？ないと思います。こちらで行えば、世界で初めてということになります。それはいいですね。問題31。女の人はどこで働いていますか？問題32。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか？3、男の人と女の人の会話を聞いてください。昨日の夜大変だったよ。何があったの？急に自分のパソコンが動かなくなってさ、会議の資料直さなくちゃいけなかったのに。へえ、でも寮のパソコンが使えたでしょ？僕もそう思って行ってみたんだけど、全部使われていたんだよ。それに、登録が必要だったみたい。それでどうしたの？スマホを使って何とかやってみたけど、やっぱりうまくいかなくて、朝早く会社に来て直したよ。そうなんだ。寮のパソコン、早めに登録しておいた方がいいよ。いつでも使えるように。そうだよね。でも、使われていることが多いから、本当は新しいのを買いたいんだけどな。パソコン高いもんね。でも、管理人さんが数を増やすって言ってたし、もっと使いやすくなると思うよ。そうなんだ。それなら今日帰ったら登録するよ。問題33。女の人は男の人にどうしたらいいと言っていますか？
問題34。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか？4、女の人と男の人の会話を聞いてください。近藤部長、来週のマラソン大会に出られるって本当ですか？そうなんだよ。走るのが習慣になっているから、試しに出てみようと思ってね。それにしても、フルマラソンって42キロも走るんですよね。すごいです。速く走るというよりは、最後まで走り切ることを目標にしているんだよ。どうやって練習されているんですか？最初は近所を走っていたんだけど、物足りなくなってきて、長い距離を走れる公園まで行って練習してるね、最近は。実は私、運動不足なので、ジョギングを始めようと思っていたんですけど、なかなか思い切れなくて。いきなり長い距離を走ってもダメだよ。体を慣らしてからじゃないと痛めたりするから。そうですよね。まずは軽い運動から始めて、それから短い距離を走ってみます。問題35。男の人の目標は何ですか？問題36。女の人はこれからまず何をすると言っていますか？5、男の人の話を聞いてください。軽くて丈夫で形を変えやすいプラスチックはとても便利で、生活の様々な場面で使われています。一方でプラスチックは木や紙と違って分解されにくく、何百年何千年もゴミとして残ると言われています。日本ではこのプラスチックゴミが年間約900万トン出ています。これはアメリカに次いで世界で2番目に多い量です。その約8割がリサイクルされていますが、今後はゴミの量自体を減らしていく必要があります。昨年、イギリスや台湾などが使い捨てのプラスチック製品の一部の販売や使用を禁止していくことに決めました。アメリカではプラスチック製のストローを客に出すことを禁止したところもあります。また、金属製のストローを開発した企業もあります。私は今後スーパーやコンビニでレジ袋をもらわないようにするつもりです。客が買い物袋を持っていくようにすれば、プラスチックゴミの量を少しでも減らすことができると思うからです。企業の取り組みはもちろん、私たち一人一人の意識が大切だと思っています。問題37。男の人はこれからどうすると言っていますか？問題38。プラスチックゴミを減らす取り組みについて、話の内容と合っているのはどれですか？これで聞くテストを終わります。